鈴木さんが作る蒸気機関車模型、そのスケールは80分の1。本物の蒸気機関車に近づけるため、車輪の部分には特にこだわってきました。要は車体とレールが同じスケールじゃないという一番大きな問題がありまして、もともとヨーロッパで始まった鉄道模型のレール幅はイギリスのレールを基準に作られています。しかし日本の蒸気機関車のレール幅はイギリスより狭いんです。模型にすると本当はこんなレール幅になるはずですが、80分の1スケールの模型はイギリスの基準に合わせているため、レール幅だけ大きく作られているものが多いんです。鉄道模型を始めた頃からリアルな再現を追求してきた鈴木さん。レール幅も日本の蒸気機関車の縮尺に合わせ13ミリというサイズにこだわってきました。そこで今回も 16.5 ミリの幅を13ミリに改良することに。これは13ミリゲージに改造する、ちょっとその工程を。じゃあこれはちょっとバラすとこからやります。車輪を外した後、車軸を取り出しドリルにセット。3.5 ミリ切り落として組み立て直します。ちょうどこの線路に乗った状態。長さはぴったり13ミリ、レールももちろん13ミリ。その作り方にもこだわりが。レールもね、全部これ自分で敷いて、枕ラインから自作して全部自分の手作りです。このポイントも含めましたね。実は鈴木さん、このジオラマで昔ながらのレール作りを再現しているんです。枕木は一本一本切り出したお手製を使用。その枕木を敷いて実物と同じように数がすごいたくさんいるんですよね。じゃあこのジオラマにはおよそ1万4000本の枕木を使ったとか。そういうと等間隔に並べた枕木の上にレールを敷き、それを固定させる。この時用いるのが昔の線路作りに使われていた犬釘。地方のローカル線なんか行くと今でも犬釘残ってますよね。こうやって、うわー、これ一本一本埋めていくんですか。気が遠くなるような作業ですよね。レール作りも蒸気機関車が走っていた頃の方法を再現する。それが鈴木さんのこだわりなんです。まっすぐに走ります。まあってこんなもんですね。大体。ある日曜日、大阪へ向かった鈴木さん。周りにいるのは
全国からやってきた鈴木さんの鉄道模型仲間たち。実はこの日、鈴木さんと同じ13ミリのレール幅にこだわる鉄道模型愛好家たちの集会が行われたんです。自慢の作品を持ち寄っての情報交換。鈴木さんが持ってきたのは例51です。蒸気機関車ですね。やっぱり蒸気機関車ですね。皆さんと一緒に鈴木さんも自慢の1台を走らせます。適当に乗せて適当に動かしてくれ。動いてもわしの動かしてくるから動かしたらけど。いや、あっち見てておれへん。あっこにおるやんかい。と楽しんでいた鈴木さんでしたが、あれ、鈴木さんの D51 止まっちゃったみたい。一体何があったんでしょうか。よくこんな難しい。原因を探る鈴木さん。車体の裏に何か問題が。ギリギリやん。これはね、これかっこつけてギリギリにするから。食堂車じゃない。止まった原因は車輪とブレーキの間が狭すぎたことにありました。本物の再現にこだわるあまり、隙間を 0.1 ミリにまで追い込んで作っていたんです。鈴木さんみたいに作り込まないです。どこで妥協するか、どこまで作るかっていうの、一生懸命作ろうとしちゃうんで、どうしてもそういうのが出てくる。いかに手を抜くかっていうことが、もう人生長いんだから分かんなきゃダメなんです。蒸気機関車模型に魅せられて60年。未だ作っていなかった C60 型に挑む鈴木栄一さん。作り始めておよそ1ヶ月、いよいよ完成の時が近づいてきました。最後の工程としてこのブレーキ装置ですね、これを取り付けるとで一応完成だということになります。今これをネジで取ります。この取り付けて、これで一応完成しました。実物と同じような再現できたなと思ってます。鈴木さんの鉄道模型人生の集大成、 C60 型蒸気機関車。本物の機関車と同じ C59 型を改良して作りました。わずか1ミリの幅の違いにもこだわった運転室。中の様子も忠実に再現されています。そしてこだわりのレール幅、16.5 ミリから13ミリに改造し、日本の蒸気機関車らしいリアルな姿に生まれ変わりました。蒸気機関車の命ともいえる動輪。今にも動き出しそうな精密さと重厚感にあふれています。
いやー、走る姿早く見てみたいですよね。じゃあこれからちょっと試運転のために線路の方に行きます。どう走るか非常に心配なんですけど、ちゃんと走ってくれることを祈っております。さあ、間もなく出発です。いや面白いですよねやっぱ作ることに生きがいがあるんですよね。死ぬまで作ってんじゃないですか堂々たる走りを見せる鈴木さんの蒸気機関車。夢はレールを駆け巡ります。